これでわかるトロイの木馬。トロイの木馬というお話は聞いたことがあるでしょうか。トロイアの木馬とも呼ばれます。もしかしたらパソコンのマルウェアの方を思い出される方も多いかもしれません。その語源となったお話です。ちなみにこれは事実なのではという話もあります。なぜかというと、19世紀末、ドイツの考古学者ハインリヒ・シュリーマンがトロイアの遺跡を発見しています。シュリーマンはホメロスの女児誌イリアスに深い関心があり、そこに出てきたトロイア戦争は本当にあったのではないかと発掘調査をしたのです。そしてトロイアの地に古代都市があったことは証明されました。しかしトロイア戦争そのものが史実であるかどうかについては分かっていません。あと残念ながら木馬に関してはイリアスには書かれていなく、ギリシャ神話の中だけです。ではどんなお話だったのか見てみましょう。話が長くなるので少し割愛しながらお話しします。いろいろあって3人の女神が一番美しい女神へと書かれた1個の黄金のリンゴを取り合います。こちらいろんな画家が描いているパリスの審判です。全能の神ゼウスの妻ヘラ、知恵の女神アテナ、美の女神アフロディーテ。羊飼いパリスはそのリンゴを誰か一人に渡さなくてはいけません。見届け人は伝令の神ヘルメスです。女神たちは自分を選ぶようにとパリスに賄賂を持ちかけます。ヘラは絶大な権力と富、アテナは戦いに勝つ力、アフロディーテは最高の美女。そしてパリスが選んだのは最高の美女でした。このパリスですが実はトロイアの王子でした。生まれた時トロイアに滅亡をもたらす子だと予言され捨てられます。殺すように命じられた家来はそれができず、自分が羊飼いとして育てました。でもひょんなことから王と王妃に再会。その後予言を忘れたのか迎え入れ、トロイアの王子としてギリシャのスパルタに向かわせます。トロイアとギリシャの外交のためでした。ですがそこで出会ってしまうんです。アフロディーテが言っていた最高の美女に、ヘレナです。不運なことにスパルタの王の妻でした。ですが略奪します。無理やりというよりヘレナもパリスに惹かれていたよう。もちろんスパルタ側は黙っていません。スパルタといえば戦争に勝つために鍛え上げられた兵士がわんさかいる軍事都市、戦争になります。一人の女性のために戦争ってすごいですね。ヘレンは相当な美人だったのでしょう。まあ、愛のためか男のメンツのためかはわかりませんが。この戦争は10年にわたります。終わらせたのはトロイの木馬作戦。発案者はギリシャ側の英雄オデュッセウスです。ギリシャ軍は撤退を装って別の場所に隠れていました。トロイアの人々はギリシャ軍がついに撤退したと喜びます。確認するために敵の陣地に行くと、海辺に大きな木馬だけがポツンと置いてあります。そして逃げ遅れたであろうギリシャ人を捕まえて尋問すると、自分はオデッセウスの怒りを買い置き去りにされたと。木馬は女神アテナの怒りを鎮めるための捧げ物として置いていきました。大きくしたのは城壁の中に運べないようにしたためです。もし木馬をトロイア軍が手に入れたなら、ギリシャ軍は敗走するだろうというお告げがあったので、と。それなら城内に入れようという話になります。そこに反対した人が2人いました。王女カッサンドラと神官ラオコーン。カッサンドラはいろいろあって神アポロンから予言の力を授かったのに、誰もそれを信じないように呪いをかけられるのです。なのでいくらこの木馬が危険かを叫んでも誰も信じてくれませんでした。ラオコーンは反対した途端海から大蛇が現れて、2人の息子とラオコーンは海に引きずり込まれてしまいます。この惨状を目の当たりにしたトロイアの人々は、置き去りにされた兵士がいたようにアテナの怒りなのだと思い、勝利を確信します。そして戦利品として木馬を城内に引き入れます。この12メートルある巨大な木馬の中には50人のギリシャ兵が隠れていました。トロイの人々の祝杯が終わり、寝静まった後、木馬から出てきて城内から攻めます。門を開け、外で待機していたギリシャ兵も加わり、トロイは負け、長い戦争が終わりました。
なぜトロイの人々はこの木馬のことを信じたのでしょうか。勝ったと思って油断したのでしょうか。10年にもなる戦争に人々は疲れ果てていました。人は信じたいことを信じると言われます。トロイの木馬はそういった心理を読んでの作戦ですね。面白い。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。